どうも、現代忍者タクです。ねえねえ、ぴょんぴょん。後ろにね、リー先生いたね。今日は道場に来てるからね。どこの道場かちょっと説明していただけますか。これがあったらわかるよね。もうわかるよね。もうわかる。今日は東郷先生ですね。そうです。いいよ。戦闘術ももちろん一体多数ってあるよね。はい。だけど今日はジークのマスターの石井東郷先生からね、谷津戦のさ。戦い方、俺が使うそのゼロ距離戦闘術とまた違うと思うから、それをちょっとね今日は教えてもらいたいななんて。お疲れ様です。お疲れ様です。どうもお疲れ様です。今日一日はい、石井東郷先生でございます。はい、お久しぶりでございます。お久しぶりです。いやー嬉しいね。しかもここの石井東郷先生のね本拠地に、まあ暑い本当暑いですね。びしょびしょになってみんな練習しますよね。そうですね。室内温度40度ぐらいやっぱなりますよね。もっといけます。もっといきます。そうなんですね。やっぱそれが修行だから。そうなんです。戦闘服着てこなきゃよかった。でもあれなんだよね。あえてなんで夏なのにその服着るんですかって結構多いじゃないですか。一応これ夏服だけどね。夏服だけどね。でも暑いでしょ。暑い。本当だ、いつもと違う。いつもじゃ夏服なんです。それより暑いんですよ。来た本題いきます。はい、本題お願いします。多人数戦。大人数で戦うっていうのがありまして、あと先生からお電話もらって、クルイムサシ見たよと、見たよって嬉しいじゃないですか。先生から感想をまず聞きたいなと。あの頃って逆に言うと僕はリアルリズムのアクションしかやってなくて、あの後やめて戦闘術。やっぱそうですよね。そうですそうです。やっぱりね。そうですそうです。いや見てて、タクさんこれ始めてるのかなと思ってたの、ゼロエンディ。始めてなかったんですよ。やっぱりそうなんです。そうなんですよ。年数的には9年前なんです。ですよね。そうなんです。だからノーウェーブなんです。ですか。ノーウェーブです。いや、やっぱりないウェーブがないなっていうか、その動きが全然そう違うんで、やっぱガッテンがいきました。逆に合戦に出て脱力を覚えたんですよ。後半感じでしたね。そうです。宮本がさしまやっててから刀こう片手で回し始めたんですよ。あんなのやったことなかったんですね。もう手が痛くてもう回しちゃえみたいになっちゃったって。自然と出たんですよね。フォームだったんですね。でその後螺旋とか習って円運動を使うんだとかそういうので後付けで学んでったって感じです。すごい興味深いですね。脱力するっていうことの強さを本当にクルイムサシで学んで、そこから戦闘術に行ったんで逆に良かったなと思うんですよ。じゃあその先生からのちょっと先生からのなんかこの見方とか、ぜひちょっとお願いいたします。純粋にもう本当にすごいなって思ったのはワンカットってミスれないじゃないですか。だからそれってもうそのまま武術の戦いと全く同じで、それと全くその条件は一緒だなっていうところが一つの映画っていう作品の中にそういった過酷な条件を設定したっていうことで、他の作品には見られないリアリティっていうのが見れた作品なのかなっていうふうに、すごい真剣さっていうかその緊迫感っていうのがものすごい映画から伝わって、すっごい疲れました見てて。なんかあんなに精神を削られて見た作品はないかなっていう。武術家として、あの戦い方が合点が合うような箇所とか見ててあるよねみたいなのはございました？やっぱりその疲れてきたところで結構そのパターンが決まってきたじゃないですか。それはそのなんていうんですかね、体が一番自然に動きやすい形っていうのがその極限の疲労の状態で、それがだからパターン化されたのかな。やっぱりいざっていう時にそうですよね。自分の得意技でそうなんですよ。倒していきますよね。武術のもそうで、やっぱり自分が一番練習した技、その体に染み込んだ技っていうのがとっさに出る技なので、そういった意味では作品でタクさんが繰り出してた技っていうのが当時のタクさんがなんていうのかな、紹介してた技だったのかなっていうのを思いながら見てました。結構自分は映画の中の自分ってあんま好きじゃないんですね。なぜならばそれ以上にもう強くなっちゃってるじゃないですか。僕もずっと動画とか出るのがすごい嫌いだったんですけど、やっぱりその時の自分よりももっとどんどん日に日に進化しているから、
だから僕も今いくつか動画出させていただいてますけど一切見てないんですよね。だから今の方が強いのになってるんですよね。そうなんですよ。もう過去なんで、はい、そう一緒ですよ。一緒ですよね。今リボンよりももっと強いんですよ。うん、もっとウェブ使ってるんですよ。はい、貨幣も使えるようになって、だから結構見るのが本当は好きじゃないんですね。だけどこのクリムサシって映画だけはまさにリアリズムのアクションを追いかけたいっていう自分のもがきなんですね。だからあれも否定ができないんです。次回ね、先生にもね。これはね、次回は本当に先生に出ていただきたいですね。ああ、そうだね。リボン2かリボン0で先生と戦いたいですね。大丈夫ですよ。生かしますから。もう一言も喋れないですよ。いいです。じゃあセリフなし。ひどいですよ。そういうのじゃない。わかります。そう。もうわかります。台本なのわかるじゃん。いえいえ。いや、ちょっと出た。いや、まあ出ないですけど、はい、そもそも、はい、まあもし出るとしたら、まあたくさんたちで。それはね、それはそうですよ。僕はもう逆に言うと先生愛が強いんで、まあ今僕戦闘術で実際はナイフとかそういうので多人数制とかの練習とかするんですけど、せっかくなんでその軸運動としての、多人数制の技、はい、見させてください。はい、ぜひぜひ。すみません、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。クーラーがないと辛いな。あなた修行に来たんでしょ。修行じゃないから。むしろ修行にエアコンとかあったらおかしいってあなた言ってたじゃないですか、最初に。まだ俺武道家じゃないから。暗殺者は。そうそうそう。いや、もっと戦地の方が過酷だわ。そうだね。戦場出たことあんのかよ。あるよ。クリムサシね。77号ワンシーンワンカット。世界初。通りに来いよ。もういいわ。クレムサシギャグになってるわ。もういい加減こすりすぎて視聴者の人も飽きてきてるから。このくだりいいわ。もういい。はい。はい、先生ありがとうございます。じゃあ太田。いや今は、はい、壁を背にして、はい3人に囲まれた時のね。全く早くて分からなかった。はい、先生、今のちょっと一個ずつ解説していただけたら嬉しいですね。一番自分の今ここに彼が来てたので、一番近かったんですね。でそれに対してここの攻撃をしてきたのでこっちに行ったわけです。でここで縦にしてね。でここで玉突き状態にこう起こすわけですよ。でこのまま足払いしてここはもう仕留めてですね。でその次彼がこう来たのでこっちはもう意識しながらここで入れましたね。はい。でここからまたもう一度さらにそしたら月で、まあそうですね。はい。さすがだね。いや、クリムサシもそうだけど正面向いてる人間って止まるんだよね、一番攻撃の意図が相手に伝わるから。つまり見ていない視覚のところっていうのは実は多人数制だと好きになるんだよね、見られてると反応するけど、見てない人間を殴るって意外に当たる、で今それを先生がね見事にパッと再現してくれて、平さんはまたパチーンってビンタしたけど実際ビンタじゃないですか。じゃないです。あれはもうだから本当はもっと急所を全部打ちましたね。本当のビンタじゃなくて何かっていうのを一度だけ組みさせて。はいはい。多人数制のさ一番怖いところって一撃で仕留められなかった時にもう一回蘇ってくるってことなんですよ。結構仕留めにかかなきゃいけないわけ、一発で。しっかりそうですね、致命傷を1回で当てなきゃいけない。だからコンビネーションの発想はないんで、もう動いたら即やる感覚です。でここからここもう入れてますね。ここ金的でも構わないです。この瞬間にもう入れられてるわけですね。金的入ってますね。このまま本来だったら髪の毛をつかみます。でこのまま叩きつけますね。ここ壁だとしたらもうこれ後頭部にぶつけてます。はい。でその次こう回り込むとやっぱり方位の中心に行ってしまうのでこっちに回りますね。ここ本来だったらここ喉ですね。喉や首を狙います。でこのままこう入って背にするとおしへし折ります。そのままこのままでこいつを障害物にして邪魔になってますね。で邪魔なんでこっちにここに返して、あとはもうぴったり
今ここを攻撃してこのままアパがってますね。ここに首でも構わないです。はい、でこのままブロックされてもまだ勝つ。はいはい、これはもう立ち上がることはできません。はい、はい聞いてます技を2つぐらい教えてもらおうと思いましたけれども、相手の方が死んじゃいますよね。それはだから次回、パート2でタイムズ戦で、はい、そうですね。じゃあこれは今回は、はいクリーム寿司の感想も聞けて、はいタイムズ戦もできたから、はいじゃあ締めようか。ちょっと待ってください。はい私さっきからね、ほんの少しだけ気になってることがあるんですよね。はこのい、武器。武器はしかもこれ先生カランビット、い。はい。これ先生、私の武器ですよ先生。そうなんですよ。たくさんにやっぱ憧れてるんで。もともとジークンドーで武器を使うとあ、か一切ないですよね。もうそれは先生の趣味で。へーそうです。はい。もう完全に自分が個人的に、練習しているっていうか学んでいる。はい。今度先生が個人的にっていうことで、武器の戦いのやつを2人でやるやつも、だからその時はもうジークンドーっていうその肩書きは一回取っ払ってね。そうだね。いかん技術家石井東吾暗殺術対決。いいね、暗殺対決。はい。じゃあずいぶん汗かいてるね、動いてないのに。はい、クーラーがないからです。そうです。だから僕は今日動きませんよ。みんな見たいですもん。みんな見たかったですよたくさん動いてるって。クーラーがある時にやります。それはそうですね。秋か秋ですね冬に涼しい時期に来てください。時期に。いい先生、見てください。汗かきたくないのに汗かいてんじゃん。